はい、皆様こんにちは、沼田純一です。今回はですね、ライトショアジギング、そしてショアスローという形で、岸からのね、ジグを使った釣り、これにおけるタックル、そしてラインセッティングというところをね、ご説明していきたいと思います。まずね、ライトショアジギングですね、こちらに使っていく、タックル、こちらになりますね。でショアガンエボルブの103の H プラス、マックスで 70g までキャスト対応といったロッドになります。でそもそもライトショアジギングってどんなんだということになるんですけども、一つの基準としてはですね、ジグウェイトを 60g より下でメインラインを2号よりライトなものを使っていく、ジャンルを総じてライトショアジギングというふうに呼んでるわけなんですけども、ロッド長さ選ぶ際にはですね、このライトショアジギングでやっていくフィールドが、身近なところでいけばハトで、さらにホイッソでサーフといった形で非常にバラエティに富んだフィールドで釣りをしていくことになります。でそうなってくるとですね、ことサーフになってくるともう本当に飛距離が欲しいシチュエーションというのが非常に多くなりますんで、自分はね10フィート3インチこちらのモデルを使って飛距離を出していくというのをメインに、あらゆるフィールドでもここを一つの核として捉えています。もう一つのセレクトの基準としては操作性ですね。例えばですね、ちょっと体力もしくは力に自信がない方、もしくは女性の方なんかは長くて強い竿になってくると竿を曲げにくくなってきますんで、そうなってくると一つライトな9フィート台のロッドというのも選択の一つになってきます。でそこに合わせていくリールはこれはね、今4000番のギアとしては一番高いもの XG というギアになりますね。で、ライトショアジギングにおける、リールのセレクトになるんですけど、これはねジグしゃくっていくじゃないですか。でしゃくっていった時にラインスラッグが出るんですけども、このスラッグをコントロールしていく意味で巻き取り量は、4000番の中でも比較的多めなもので、ここを基準に、ピッチを決めていくんですね。でもうちょっとね、例えばターゲットがでかくなってロックショアになってくるとリールのサイズ大きくなっていって、やはり同様にジャークの幅にリールを合わせていくんですけども、それより小さいサイズで、ライトショアジギングの場合は合わせていきます。理由としてはですね、ライトショアジギングで釣っていくシチュエーションの中におけるベイトサイズっていうのは基本的にはかなり小型であることが多いんですね。でそうなってくるとベイトサイズが小さいっていうのはイコール遊泳力においてそこまで大型のベイトに比べると大きく泳がないということは、それをイミテートしようとするジグの操作っていうのは、大型のジグだったり使っていくシチュエーションに比べてよりコンパクトになってくるということは、ロッドのジャークもそれに比例して小さくなるんで巻き取り量も小さくていいですよというのが理由になってくるんですね。で続いてね、ショアスローですね。ショアスローのタックルの紹介をしていきたいと思います。でショアスローで使うタックルはね、こちらショアガンエボルブのショアスロー専用ロッドという形で、991、992、993と頭2つの数字はロッドの長さ9フィート9インチの1パワー2パワー3パワー、これをですね使い分けていきます。で1番2番3番っていうこのロッドパワーはジグを操作していく時のアクションの大きさをコントロールする、番手というふうに捉えてください。番手が大きいイコール強い竿でいくとリーディングをメインに竿の反発を生かしていくんで、番手の大きい竿を使っていくとジグの動きが大きくなるんですね。逆に番手の小さい竿を使っていくとジグの動きがナチュラルもしくは小さくなると、魚の活性ですねに合わせて低ければ低番手、活性が高ければ高番手というところがロッドセレクトの一つ、基準になります。これから釣り始めよう、ショアスローやりたいという方ね、手持ちの竿でまずはトライすることもちろんできるんですけども、最終的にはライトなんだけどティップパワーを備えるといったショアスローモデルが1本あると非常に釣りがしやすいと、スムーズに展開できるよという意味でね、専用ロッドの使用もぜひ検討いただければと思います。でこれに合わせていくリールはですね、4000番ないしは5000番のエクストラハイギア XG というリールを使っています。でショアスローの場合はですね、先ほども申し上げた通りですね、リーディングこれによってジグの移動距離をですねコントロールしていくんですね。1回転すれば1回の例えば1メーター回収分ジグが動いていきます。
半回転すれば50センチ、4分の1だったら25センチという形で、そのジグの動きをリーディングによってコントロールするんで、なるべくギア比が高い、もしくは巻き取り量が多いリールの方がそのセレクトの幅が広がるんですね。であとはリールのピッチを変えていくことによって自分が欲しい移動距離を引き出すという意味でのリールのセレクトになります。さあ、ライトショアジギング、そしてショアスロー、こちらに使っていくラインなんですけども、メインラインはねこちらですね、転売店の X9 ですね。でこちらの X9 中芯を入れた、9本寄りの P ラインになるんですけども、非常にね伸びの少ない P ラインなんですね。数字で言うと 3% 台という形でうーっと力をかけていった時に非常に伸びが少ないというのはイコール水中にあるジグの操作性を非常にダイレクトに再現できるというのが大きな特徴になります。ジグを操作していくにあたって手元の動きとジグをリンクさせることができるんで、狙ったところで狙ったアクションを引き出しやすいんですね。それこそフルキャストして 100m から先のジグをですね動かしていくときに糸が伸びてしまうと狙いのアクションを引き出せないということがこの糸に限ってはないんで、非常にダイレクトな操作、これによって食わせたいところで一つ必要なアクションを入れていくよということが可能になります。で加えてですね、中芯が入ることによってですね断面積も非常に深淵に近くなってくる、これはね風の影響の受けにくさ、もしくは潮の影響の受けにくさというのにつながってきますんで、どんなシチュエーションにおいてもジグとの相性が高いという形でおすすめのラインです。で号数としてはライトショアジギングの場合は1号ないし 1.2 号使っていきます。でこれはねもう本当に飛距離と強度のバランスによって、使い分けていくんですけども、飛距離が欲しいシチュエーションでは1号をセレクトして、ある程度引っ張り強度もしくは強引に魚をこっち寄せたいなといったシチュエーションでは 1.2 号を使うこと多いですね。もちろんライトショアジギングのカテゴリーになりますので、上は2号、場合によっては1号から下 0.8 であったり 0.6 といった号数をセレクトすることもあるんですけども、一つ基準を決めておくことによって、ラインのね、使い分けというのも一つ目安になりますんで、そういった意味では1ないし 1.2 をメインにしていただけると非常に、釣りの展開はスムーズかなというふうに思います。でショアスローの場合はですね、ライトショアジギングと違って一回り太い号数を使うことがもっぱらです。具体的には 1.5 号の出番が非常に多くて、シチュエーションによっては2号というのを使います。でこれはですね、ショアスローにおいてはですね P ラインの浮力を生かしたいんですね。でこれは号数が高いラインの方が、比較的糸の浮力を保ったままゲーム展開が可能になります。でイメージとしては着水点からホールしたジグを極力真上に上げていきたい。でその時に糸の軌道が浮力を使ってですね、水面がここだとするとこういった形で、ね、糸が馴染んでくれるとアクションした時にジグが上に浮上しやすいということもあって 1.5 ないし2号を使っていくということでやっていくと非常に根がかりも少なくなるし、しっかり食わせの間を使うホール分のリフトが生み出しやすいという形になります。同じくねショアからの釣りで、もう一つね使っていくラインとしてはね、こちらの、キャスティング P のショアマスター、これもねショアからのゲームで使うことが多いラインの一つです。で使い分けとしてはですね、こちらのショアマスター、特徴としてはですね、糸自体が非常に軽快、軽さがあって、なおかつ非常にしなやかなんですね。そうなってくるとキャスト時の抵抗感としては非常に少なくて、軽量なルアーを飛ばしていった時に糸の影響を受けにくいという特徴を引き出せるラインになります。で具体的に言うと、例えばですねミノーであったりとか、少し空気抵抗の大きいルアー、そういうのを使う時にはですねショアマスターを使うことによってルアー本来が持つ飛距離ですね、これをね、非常にスムーズに引き出すことができる、ラインになります。でそういう意味では、例えばですね X9 の方、ジグの出番が多い時は X9、ミノーの出番が想定されるようなところでは、こういったショアマスターといったところがこの2つのラインの使い分けという形になります。でこれに合わせていくリーダーなんですけども、これが、ショアレコードショックリーダーフロロです。でこのリーダーフロロなんですけども非常にしなやかといった、特徴なんですが、こちらがですね小さいジグであったりとか水の抵抗に敏感なルアーを操作していくときに非常に重要な要素になるんですね。ジグ本来が持つ
スイングアクションをこのしなやかさっていうのが引き出す、これによって擦れた魚もナチュラルなアクションにバイトしてくるよといったことが引き出しやすいリーダー、これがねしなやかさの一つの利点です。さらに結節強度のね強さなんですけども、ぐーっと力入れてね対引っ張りでラインが切れる時もっぱら結び目で切れることがほとんどなんですけども、結節強度が高くなると糸本来のね、強度ほぼ最大限まで引き出せるという安心感につながります。でさらにね対摩耗性ですね、サーフハト小磯といった、フィールドで釣りをしていくんですけども、魚をかけた後ですね、これがサーフであっても駆け上がりの段差であったりとか、ゴロタバだとスレですよね。でハトでやっても例えば足元のテトラタイといったところへの対摩耗性ですね非常に高いんで、そこでのやり取りの安心感につながります。加えてですねもともと傷が入りにくいリーダーなんですね。でそういう意味では例えばですねサーフって障害物ないじゃないと思うんですけども、実はね細かい砂粒が水の中にこう巻き上げられて、あれがガイドとラインに干渉するとですね結構、ダメージになるんですね。でこれリーダーも同じで、ジグと砂が干渉するとそこでかなり非常にダメージを本来食らうんですけども、そのダメージが入りにくいという意味では一日安心して、使い通せるリーダーになります。でこちらのねリーダーの長さなんですけども、これはね、およそ1広ですねなります。で結び目これ FG ノットで、やっていくんですけども、細糸のね FG ノットの場合は自分はね太糸を結ぶ時よりも若干回数が多くなります。具体的には往復を1と勘定した時に12から14の間ぐらい、で結ぶことがもっぱらですね。これはね締め付けの時にぐーっとこう力を入れて締め付けるわけなんですけども、細糸になってくるとねそれが限界点っていうのはね当然、細糸なもんで低くなるというと、逆に絡げた糸の回数で摩擦を増やしたいなというのが狙いになりますんで、太い強い号数を使うよりもちょっと長めの結びになります。ただもともと細糸で結ぶもんでね、これが13回14回になってもそんなに長さは気にならないかなという形で、安定した結節という形で結んでいます。でリーダーの長さこの1広なんですけども、実際にねキャストした時にする時にですね結び目がガイドの外に出ていく長さっていうのが一つの基準にしています。でことねライトショアジギングの場合はですね、飛距離が非常に重要になってくるという形で、結びの中入れてガイドに干渉させてしまうとそれで飛距離が落ちてくるという形になるんで、それを避けるためにキャストの時にガイドのね外に結び目がある長さ、これを一つ基準として、ライトショアジギングもしくはショアスローいずれも1広ぐらいでやっていくという形になります。さあね、こういった形でね、さらに強い武器になるライン、そしてリーダー登場しました。ぜひねライトショアジギング、ショアスロー、身近なフィードでも楽しめる釣りになりますんでね、こちらの動画を参考にしていただいて皆さん楽しんでいただければと思います。